月明かりさえ眩しいねこんな日は。ああ気持ちの先がときめくの。境界線からちょっとはみ出しそう。そばにいるとだんだん気になる気のないふりしてるのか。だんだん涙が心に隠しきれずに。だんだん切なくだんだん寂しく。好きなの音聞けたらいいのにね。5年目のパスタ。いいお天気ですね。仕事なんかやめてどっかに出かけたいな。本当にそうですね。よ、山岡さん。おあら、タツさん。おうやってるな。さあ寄ってきなよ。今日はいい店から出た残飯ばっかりだからね。大ごちそうだよ。よしじゃあ一つ呼ばれるかな。日本酒のカクテルなんだ。あっちこっちからもらった残りの酒全部混ぜちゃったんだ。結構いけるよ。おはい、お嬢ちゃんも。どうも。こりゃうまそうだ。ほらグイッと。ああこれ効く。ほらお嬢ちゃんもグイッとグイッと。はい。おいしい。ほらお嬢ちゃん、銀座一のフランスレストランから出た鹿肉のステーキもあるよ。すみません。人間の慣れって怖いですね。タツさんたちと酒盛りしてても他の人の視線がちっとも気にならなくなってしまって。タツさんは銀座界隈に住み着いたホームレスの人たちの一人です。毎日一流レストランや料理屋さんの残り物を分けてもらっているので舌がよく肥えた大変なグルメなんです。ついたよな。遅うなりましたができましたんでどうぞ召し上がっておくれやす。あ、できたな。こちら新顔だね。先週から仲間に減ったんだい。シンです。よろしゅうお願いします。関西の人か。ええ、どうぞ。あ、すみません。ああスパゲティをこってりとしたソースで煮込んであるな。いただきます。わあ、美味しいわ。ええ、イタリア料理屋からスパゲッティをもろうてきましたところ、ちょうど別の店からビーフシチューももらいましたんで、それに缶詰のトマトを足してソースに仕上げてじっくり煮込みましたんや。へえ残飯を使ってこれだけの味を出すなんて大した腕だよ。コックさんだったんですか？え、いや、まあ私何か悪いこと言ったかしら。過去に触れられたくないこともあるだろうさ。なにお嬢ちゃん気にすんなって。さあさあもう一杯行こう。しかしシンは料理がうめえな。仲間に入れてやってよかったよあ、いけない。どうした？田畑さんと花村さんにお弁当頼まれてたんです。
すみません、遅れちゃって。余計なお使い頼んじゃってごめんなさい。でももうお腹ペコペコ。もう富副部長ったら仕事を目いっぱい押し付けるんですもの。ほんとよ。外でお昼をゆっくりとる時間もくれないんだから嫌になっちゃうわ。そうそう。さて次の方に参ります。こちらはご主人に失踪された吉村久美子さんと生後3ヶ月のお子さんです。あんな綺麗な奥さんと可愛い赤ちゃんを残して蒸発するなんて。まったく何を考えてるのかしらね、旦那は。帰ってきてください。お願いします。大阪北のイタリアレストランメルクリオのオーナーシェフ吉村信康さんを見かけた方はぜひご一報ください。あ、この人。どうしたの？この人、タツさんたちのグループにいた人です。この人知ってるの？はい。しかしな、本人の意思で蒸発したんだからな。場所を家族に知らせたりするのは。でも奥さんは赤ちゃんが生まれたばかりなのに、ご主人がいなくなって精神的に参ってるんですよ。赤ちゃんだってお父さんがいなくなってかわいそうだわ。まあとにかく本人と一度話してみよう。そうでしたか。ほんま女房にはすまんことをした。心配をかけてしもて。シン、話してくれや。こうやって知り合ったのなんかの縁じゃねえか。俺はまあただの不老者で何の力もねえが、山岡さんが力を貸してくれるぜ。できることは何でもするよ。へえ、おおきに。私の店はイタリア料理屋で、もともと女房の父親のもんでした。私はその父親に雇われとったんです。そこには同僚の木崎というのがおりまして、いつの間にか私も木崎もおやっさんの一人娘久美子さんに惚れてしもたんです。そんなあるよ、私と木崎は店の主人に呼ばれて。久美子は一人娘やから向こうとってこの店を継がすつもりや。けどわしにはお前らの二人のどちらとも決めかねる。今の段階では料理人として二人とも甲乙つけがたい腕を持ってる。そこで一つ方法を考えた。お前ら二人ともイタリア行って修行してこい。5年間辛抱できて帰ってきた時、腕が上の者に久美子とこの店をやる。お前ら今23歳、久美子は20歳。5年後でも結婚は遅いことはない。ただし一つ約束せえ。たとえわしにどんなことがあっても帰ってくるんやないで。イタリアからコックを呼び寄せとるから店の心配はいらん。ええな。どんなにつろうても帰ってくるんやないで。途中で帰ってきたら失格やで。私も木崎も承知してイタリアへ渡りました。けどイタリアでの修行は生優しいものではありませんでした。しかし2年経った時、おやっさんが亡くなりはったという知らせが届きました。ご恩になったおやっさんが死んだ。私は冷静ではおられまへんでした。どうしても日本に帰りたい。私はとうとう日本に帰ってきました。しかし木崎はおやっさんとの約束を守って日本には帰らへんかった。私はおやっさんを亡くし、一人ぼっちになってしまった久美子を手助けしているうちに、ごく自然の成り行きで結婚する運びとなりました。やがて一切を任されると、私は店をパスタ専門店にしました。イタリアでの2年間の修行の結果、本格的なイタリア料理よりパスタの方が日本人に好かれよるし、また奥が深いと考えました。パスタってスパゲティやマカロニのことか？それだけじゃない。パスタというのは小麦粉を主成分とした独特のイタリア料理の総称だ。日本ではスパゲティやマカロニばかり有名だが、他にもいろいろある。きしめんのように太いフィットチーネ、そうめんによく似た細いカッペリーニ、リボンの形をしたファルファッレ、
貝殻のようなコンキリエ、四角いワンタンみたいなラザーニャ。このようにパスタだっていろいろあるんだ。日本によくある穴の開いたマカロニはイタリアでは穴開きという意味でトゥベッティと呼んでいる。ついでに言うならイタリア料理はパスタとアンティパスタ、つまりパスタの後で食べるメインディッシュと組み合わせて食べることになっている。パスタはスープのようなものなんですね。ところが欧米人より小食な日本人はパスタだけでお腹がいっぱいになって十分という人が多いんです。それに美味しゅうて安いし。それでパスタ専門店にしたんだな。はい、狙いを当たって店は繁盛しました。しかしそうしたところに1ヶ月前にあの木崎が日本に帰ってきました。おやつさんとの約束を守って5年間頑張り通して。裏切り者、お前はおやつさんを裏切ったんやで。あれほど固い約束をしておきながら、俺はな5年間ちゃんと辛抱してやってきたんやで。そやけどおやつさんが脳なり張ったと知ったら帰ってこずにはおられへんかったんやな。分かってくれ。最初からお前を裏切るつもりなんかなかったんや。貴様、おやつさんと交わした約束は俺らしか知らんこっちゃ。このことを久美子さんが知らはったらどない思わはるやろな。約束を守らへん卑怯なやつやと知らはったらきっとお前に愛想つかさはるやろな。勝負や、味の勝負や。俺とお前とどっちの腕が上がったか勝負じゃ。審判はおやっさんや。生きてる人間はごまかせても天界から俺を見守ってくれたあるおやっさんはごまかされへんで。ええな。勝負でお前が勝ったら俺はこのまま引き下がったる。せやけど俺が勝ったら俺らがどんな約束をしたか久美子さんに残らず話したるからな。お前の家庭がどうなったって俺は知らんで。ええな、分かったな。味で勝負の約束したものの私は勝つ自信など一つもあらしまへん。あいつは5年も修行してきたんやから私が叶うはずがない。私は木崎との勝負が近づくにつれて神経がおかしゅうなりました。そして気がつくと東京行きの列車に乗っておったんです。地理のわからん東京に来てあっちこっちうろうろしているばかりでした。そんな時に銀座の地下道でタツさんたちに出会うたんです。なんや知らん、心の慰められるような気がしてそのまま一緒に。シン、これからどうする？久美子に本当のことを話すつもりです。そりゃまじいよ。おめえ赤ん坊ができたばっかりなんだろう。シンさんが久美子さんを愛してるのは真剣で純粋です。今さら二人の仲を壊すなんて。けど他にどないすることもできしまへんのや。木崎という人と味の勝負をしてみればいいんじゃないか。新さんが勝てばその人は引き下がるんだろ。そりゃそうやけど私が勝てるはずあらしません。どんなにあがいても。そうかな。どんな料理ならその人に勝てるか考えてみようじゃないか。けど食い物のことならこの山岡さんを信用してもいいんだぜ。みんなで木崎って男に勝てる料理を考えようぜ。とにかくその前に木崎って人に会ってみよう。わざわざこちらまでお呼び立てしてすみません。それよりシンはどこや？どこにおるんや？シンをここに連れてきてんか？まあ落ち着いてください。木崎さんの悔しい気持ちはよくわかる。しかしシンさんと久美子さんの間にはもう子供がいるんだし、シンさんを許すっていうわけにはいかん。断る。そんな話をするために俺はわざわざ出てきたんやない。シンと勝負させる言うから来たんや。シンだけはどないしても許せんのじゃ。でも木崎さんは久美子さんのことを愛していたんでしょ。
それだけに真のしたことが憎いんや。仕返しせな気が済まんのじゃ。そのために久美子さんが不幸になっても。せやけど真がぬけぬけと幸せに暮らしてるのを見過ごすやなんて絶対に許せんねや。俺は何のために5年間も修行してきたんや。俺かて世話になった親さんが亡くなったと聞いた時どんだけ帰国したかったか。それを生かすも殺すも木崎さん次第だと思うけどな。きれいごと言うようだけど過ぎたことは水に流して木崎さんは木崎さんの人生を考えた方がいいんじゃないかな。余計なお世話や。わしと真を勝負させるのかさせへんのかどうなんや。わかりました。それではお望み通りイタリア料理の腕で決着をつけてもらいましょう。そうでっか。そうやろな。木崎の気持ちやったら。どうもイタリア料理での対決は避けられそうもない。新さんも腹を据えてかかった方がいいよ。と言われても勝負は分かってますよ。パスタ以外の料理は全く自信があらしまへんのや。そんな。今日は一つ本格的なイタリア料理を味わって新さんがどんなメニューで勝負したらいいか考えてみようじゃないか。前菜は生ハムを巻いたメロンといくか。パスタは何にする？本当にパスタといってもずいぶんいろいろあるんですね。カルボナーラ、ペスカトーラ、プッタネスカ、ペンネのアラビアータソース、ラザニャにカネロに。目移りしちゃって決められないわ。これ全部少しずつ食べることできないかしら。そりゃ無理だよ。待てよ。こいつはいけるかもしれないぞ。あ、山岡さん。シン、自信持って頑張れよ。シン。木崎さんが指定された材料調理器具は全て用意しておきました。我が東西新聞社の調理場をお二人に提供します。存分に勝負してください。よっしゃ、始めるで。おやっさんが5年間勉強してこい言わはったんはな、イタリア料理の真髄を学んでこいということやったんや。それをろくに勉強してへんもんやから店をパスタ専門店なんかにしやがって。パスタはあくまで前菜や、本物の料理やない。ほんまのイタリア料理はこういうもんや。これがほんまもんの子牛料理じゃい。いやー。肉は香ばしいし、野菜は滋味あふれてるわ。材料の味が素直に引き出されてる。いやー、こりゃ甘いもんだね。子牛はイタリア料理で好んで使われるが、その扱いと味の付け方が完璧だ。成長した牛より味が淡い子牛肉からこれだけの味を引き出すのはすごい腕だよ。さあ、ほなお前の料理を食わせてもらおうやないか。
マカロニだけ？ええ加減にせよ。俺は一生懸命手かけた料理を作ったのに、なんやこれはただの前菜以下やないか。そない言わんと食べてみてくれよ。木崎さん、まあ落ち着いて一口だけでも試食してください。なんだこれ。マカロニの穴に詰め物がしてある。このとろっとしたもんは、骨髄や。牛の骨髄や。骨髄を詰めたマカロニにブラウンソースをかけてオーブンで焼いたんやな。なんとまた別のもんが詰められとる。これは子牛の脳みそや。ほんならこれはこれも違うもんか。これはレバーのパテや。このこってりとした豊かな味わい、これは単なるパスタ料理をはるかに超えとる。十分メインディッシュと拮抗できるだけの力を持った味や。すごい料理や。木崎さん、勝負の上ではあなたの料理の方が美味しいと言い張れたのに、あなたは立派な方ですね。おおきに木崎。木崎。マカロニの一本一本に違う味を詰め込むなんてよく考えつきましたね。一度にいろんなパスタを味わうにはどうしたらいいか考えたらああなったんだ。山岡さん。おう、たっつぁん。お、綺麗な格好してデパートの食品売り場に試食でも行くのかい？何言ってんの。これから大阪行くんだよ。シンがね、ぜひ来いって言ってっから。あら、いいわね。へへへ。大阪でね、美味しい残飯が手に入ったらお土産に持ってきてやっからね。ああだよっと。やれやれ、大阪行ってまで残飯集めるつもりだよ。流れる窓